昨年の E3 では僕が待望していた数多くのゲームが発表されました。それと比べると今年はすでに存在を知っていたゲームの続報が多い印象で、しかもこれが多かった。シューティングゲームの多さを問題視している僕なので、今回の E3 ではワクワクする場面よりも心配や不安が募る場面の方が多かったのかもしれない。それでもいくつか興奮せずにはいられないゲームも確かにあった。この動画では僕が2016年の E3 で出展されたゲームの中から最も期待している作品のトップ10をご紹介します。当然ながら E3 に出展しなかったゲームは対象外となります。また僕が現地に行ったわけではないので存在に気づいていない新作もあるのかもしれませんが、ご了承ください。さあ、気になる新作はどれでしょう。バウンドは動く芸術作品のようなゲームだ。主人公のスムーズなモーションは抽象的な世界観に信憑性を与えていく。トレーラーからしてゲームプレイもバリエーションに富んでいるし、これは期待大のインディーズですね。プレイステーション3のニアは変わった世界観とストーリーの興味深いゲームだった。だが操作性には改善の余地があり、そのためかあんまり高い評価を受けなかったですね。新作はあのプラチナゲームズが開発しており、まさにニアにうってつけのスタジオだと思う。今回はストーリーだけでなくゲーム性にも期待できそうです。今まで全く興味の持てなかったシリーズにぐっと引き込まれました。親子の絆がテーマとなったゴッド・ボアの新作はより静かな場面も増え、人間ドラマが楽しめそうだ。もちろん派手なアクションも多いだろうけど、戦闘システムもまるでK1のシーンを見ているかのようで迫力がありましたね。続報に期待したい。ハワイチックな舞台が長年続いているポケモンシリーズに新鮮な息吹をもたらしてくれそうだ。グラフィックもより綺麗になり、キャラクターやポケモンたちのモーションがよりスムーズになったようだ。今回はトレーナーとポケモンの絆が細かく演出されていて可愛らしい。僕はリンボが大好きだったので、同じ開発スタジオの新作はとても楽しみです。リンボと違って現実世界に近い世界観の同作で、どのようなゲームプレイが展開されるのか期待が高まりますね。僕は Xbox One を持っていないので、早く PlayStation 4でも出してほしい。今回の E3 では FF15 の新映像やゲームプレイが様々なカンファレンスでバラバラに紹介され、全体がよく見えなかった。だが田畑氏が紹介した冒頭部分のゲームプレイはすごく楽しそうだった。リアルで広大な世界の探検は冒険心をくすぐりそうです。もちろんファンタジーの要素も健在だ。派手な戦闘やチャラいキャラなど心配もあるけど、この魅力的な世界でどのような人間ドラマが展開されるのか楽しみですね。日本らしいゲームが絶滅危惧種となった今の時代、逆に日本らしさで真っ向から勝負するペルソナ5を僕は尊敬します。電車に乗って様々な場所に行けたり、アルバイトからバッティングセンターまで遊べる同作の舞台、東京を探検するのがますます楽しみになってきたし、ファンキーな世界観には外国人もきっと魅了されるはずだと僕は確信しています。僕はザットゲームカンパニーの新作発表を期待していたけど、水中探検アドベンチャーであるアブズーは開発スタジオが違っても思わず息を飲む美しい映像はまるで風の旅人の続編を見ているかのようだった。新スタジオジャイアントスクイッドの代表はザットゲームカンパニーから独立したアートディレクターマット・ナバシなので不思議もない。
暴力的なゲームが目立つ中、久しぶりに心から癒されましたね。これは絶対に買います。トリコもやっと発売日が決まりました。辛抱強く待った7年間と比べれば4ヶ月など大したことない。10月25日からやっとトリコと旅ができますね。今回のトレーラーの中で僕がびっくりしたのは、このゲームに登場する巨大生物の大足が何もトリコだけじゃないという点です。しかもトリコ以外の大足からは悪意が感じられましたね。これがストーリーやゲームプレイとどうつながるか楽しみですね。ねぞ、いやねびやってるあてです。あげゆくい。目を覚まして。ゼルダの伝説シリーズの大ファンである僕は、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの出展をかなり楽しみにしていました。トレーラーは素晴らしい内容だったし、その後に見せられた実際のゲームプレイも安心のできるものだった。オープンワールドとなったゼルダの伝説は洋芸のように何もかもが自由だが、同時にどこまでもゼルダらしい任天堂にしか作れないゲームになりそうだ。